ではただいまより劇団ミュオーパス6ミュージカル妻と飛んだ特攻兵の顔合わせを始めさせていただきたいと思います。劇団ミュのプロデューサーの瀬尾と申します。何卒よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。まず、脚本演出であり、劇団ミュの主催の、岡本から一言。やっぱ日本人でミュージカルとか演劇をやってて、この題材を避けては通れない気がしており、演劇で僕が本気で正面からぶつかるのはこれ実は初めてなんです。今の時代でしか描けないこの特攻という姿を、意気込みとしてはもちろんエンターテインメントをやる人間としては面白いものを作りたいし、なんか感動作にしたいです。で、作る側としてはもちろん彼らへの思いをちゃんと背負って作っていけたらなと思ってます。で、一つ、小さなエピソードなんですけど、いつも僕たち稽古場がこの辺なんですよ。田中なんとかっていうところで毎回そこでやってて、今回たまたま撮れなかった。で、たまたま見つけた稽古場があそこだったんです。本当にあのとこ知りもしない場所だったんですけど、なんとこの谷藤さんが祀られてる世田谷観音のすぐ近くなんですよね。多分こうちょっとご縁かなと思ってお参りしようかなと思ってるんですけど、なんかちょっとそういうちょっとした何かそういうのもあって、僕の心の中でそういうのがあって、丁寧にこの作品を作っていけたらなと思っております。皆さんのお力をぜひお貸しください。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。私からも、少し、お話しさせていただけたらと思います。戦争ものをやりたいというのは岡本から当時、結構前から実は言われていて、で私はそれに対してあまり積極的になれなかったんですね。我々は表現を通して、世の中に何かを伝えるということをやっているわけですけれども、あってはならないこの戦争というものをですね、今もう戦争を体験している方たちが本当にもうご高齢で、あともう体験している方がもうそもそもいなくなってしまうこの時代に、我々が題材としてやっぱり通じることが、今こう演劇をやっていることに対しての責任というか責務なのではないかなと思いまして、この題材を選ばせていただきました。はい、なので私も本当に脚本の段階でずっと岡本とやり取りをしておりまして、とにかくこの絶対に失礼であってはいけないし、であるプラスちゃんとエンターテインメントとして昇華しないといけないなという思いで、私やっております。ですので本当にこの、皆さんにお集まりいただきまして、僕はもう本当にありがたく感謝でしかないんですけれども、本当にもう最後まで無事に公演ができるように私も全力で頑張っていきますので、お力添えいただけたらと思っております。本当によろしくお願いいたします。では、キャストの紹介をさせていただけたらなと。この作品、そして秋内哲也を演じる上でやっぱり生半可な気持ちで向き合うべきではないと思うので、命を削ってでも最後まで皆様と一緒に、走りきれることを、これを楽しみにしております。真摯に丁寧にちゃんと向き合っていきたいと思っております。私はこの作品を以前岡本さんが脚本を書かれたドラマ版を拝見した時にすごく印象に残っていた作品だったので、今回こうして関わらせていただけることになってとってもご縁を感じています。責任と覚悟を持ってお伝えしたいなと思って精一杯努めますのでよろしくお願いいたします。この作品であったり戦争であったり実際に生きてきた人たちの思いとそれを背負う責任と、そしてエンターテインメントとして作品を作る責任をしっかり背負っていきながらですね、思い熱くですねこの作品に携われたと思います。この題材を見て、本当に中途半端な思いで演じてはいけないなと強く思っています。ここにいる全員がそういう気持ちだと思いますので、皆様と思いをぶつけ合って精一杯いい作品作れるように頑張っていきます。僕は初めてこの戦争ものに関わらせていただくんですけど、台本を読めば読むほどその当時の人の気持ちを今の自分の価値観で感じることってすごく難しいなっていうのを今
日々感じております。だからこそ、真摯に役と向き合って、お客さんに声が届けられるように結構頑張っていければなと思ってます。昨日聞いたことは本当に言えないんで、本当に誠心誠意、頑張るということだけ、皆様にお伝えしておきます。よろしくお願いします。個人的な話なんですけど、僕の祖父が、呉の海軍基地の海天っていう潜水艦の特攻隊にいたんですけど、その時まだ17歳ぐらいだったらしいんですけど、上官の人がすごい優しい方で、なるべく特攻させないようにしてくれたらしくて、戦争は生き残ったんですけど、そういうのもあったので、すごく今回の作品は一言じゃないなっていうのはすごくあったので、今回読んでいただいてすごい縁を感じるなと思っているので、はい、本当に目を背けたくなるような悲しい場面もたくさんありますけど、ちゃんと向き合って目を背けずに取り組んでぶつかっていけたらいいなと思っております。岡本さんの台本読んでもういろんな気持ちが巡ってもう涙が止まらなかったんですけど、この作品をしっかりとお客様にお伝えできるようにしっかりと向き合って丁寧に演じていきたいと思います。今回で劇団ミューは4回目の出演、本当にありがとうございます。本当に感謝が止まらないです。岡本さんの脚本、岡本さんの音楽、もう世界で一番大好きで、脚本の、岡本さんをはじめ、この作品に込められた思いを、見てくださる方に、失礼のないように届けられるように、一回一回大切に、演じていきます。私も祖父が満州で体が弱かったんですけど、本当に実際共感をしていたみたいで、もう亡くなってしまったんですけれども、そういう面でもすごくご縁を感じています。作品の一部になれるようしっかり努めてまいります。戦争を題材にする作品っていうのが今回初めてでして、戦争ものというのでちょっと勇気がいる部分もあると思うんですけれども、真摯に素直に、向き合いたいと思います。広島なんですけども、小学校時代に大きな工事をやると必ず原爆で亡くなってその場で焼かれて誰かわからないまま埋められた人たちの骨が出てくる町で育ちました。原爆資料館もある頃からだんだんあまり刺激のない展示に変わっていき、裸足の弦という原爆をテーマにした漫画も広島市ですら刺激が強いからといって図書館のいわゆる開花式の書庫から撤去されて閉花式にしまわれてしまうようなこんな時代だからこそ、このエンターテインメントという形を通して絶対に忘れてはいけない大切なものをお伝えできる機会をいただけたということを本当に心から感謝しています。真摯に臨むということは当たり前のことなんですけれども、こういう話なんで。でもやっぱりどこかで役者は楽しまないと、楽しんで演じないとお客様には僕は伝わらないと思うので、その辺は頑張っていきます。とってもおっさんですけど、優しくしてください。よろしくお願いします。この仕事をしていてたびたびあるんですけど、どうやってこの登場人物を死なせることがドラマティックなのか感動的なのか、言ってしまえば面白いのかっていうことをやることがたびたびありまして、すごく業が深いなと思うことが結構あります。でその時にいつも忘れちゃいけないのが、いつでも生命のリスペクトだけは失わずにやっていかなきゃいけないなと思っております。今回も生きている命も失われた命に対しても全力のリスペクトを持って努めていけたらと思います。どうぞよろしくお願いします。オリジナル作品というのもあって、やりながら演出で変わっていく場所もだんだんあると思うし、歌も合わせていくうちに出来上がっていくものが変わっていくというのがあるので、ここでも持っていたものと違うとかっていうのもご意見があれば、私が皆さんの力になりたいと思ってますので、サポート役として皆さんから信頼がいただけるように頑張ります。よろしくお願いします。ミュウは早替えであったりとか、いろいろと金役であったりとか、皆さんも大変だと思うんですけれども、こちらもいっぱいいっぱいで毎回ご迷惑をおかけすることもあるかと思うんですけれども、どうぞよろしくお願いいたします。演出助手の矢島さんです。矢島です。よろしくお願いします。お願いします。はい、以上このメンバーで最後までやらせていただきたいと思います。
進め敵の中続けどこまでもその命捨てても戦えその安はあるんだぞとっても広い土地で暮らしましょうほら見ていいなほど実るとっても広い土地は何でもあるの石炭たくさんの鉄明るい未来夢希望溢れてるあいつを笑顔にできるのならどこへでも連れてく海も山も街もやっぱりお前俺の息子だ立派に男らしく育ったお国の役に立つ兵士となれ戦いの化身となれはい行けよ行けよ進め俺の息子ならば行けよ行けよ進め命を捨てても進め行ってまいります僕は玄関までお見送り行きますあなた以外ないのこれが最後のわがままだからどうかお願いを聞いてほしいあなたと出会えなければ何にも知らなかったこんなにも生きてるだけでただ幸せだなんてそうあなたが教えてくれたもう二度と離れたくないその手を握らせてよそれだけが私の願い大日本陸海軍快進撃が止まりませんシンガポールニューギニアフィリピンの我らの手にビルマグアムマレリ香港すべて落ちたぞああもうこんな服を作るために張り子になったわけじゃないせっかく百貨店に就職できたのに私もそろそろ休憩欲しいです戦争に休憩はない眠くて限界だ知りませんかつまでは知りませんかつまでは知りませんかつまではかつまでは本当はこんな日が来ると夢にも思わずにいたんだこれほど自分を愚か者と思うことなんてないお前だけが俺の家族いなくなればどうすればいいお国のためなんてならなくていいどうか行かないでくれどうかそれを持って行きなさいあなたの想い
しい砂浜森の中の小道寂しくなったら空を見ておくれいつでもいるから俺が守るからまた歩けたらどこへ行こう知らない街角ずっと続く桜また歩けたらどこへ行こう小さな花咲くあぜ道のふるさとそれを守るために俺は空へ行く